とかやってるとね、バレちゃうからちょっと慎重に。綺麗ですねこれ。下にゆっくり落としてどうせ食うよって。やったー。ありがとうございます。すごいおめでとうございます。おめでとうございます。うわーいいたい。うわーすごい。やば。ルル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 ル。皆さんこんにちは、杉田千尋です。社長です。そしてシマノの松本健一さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、松本さんがいらっしゃるということはですね、神奈川県松葉恵那港の風吉丸さんからコマセマダイ釣りに挑戦します。コマセマダイ釣り、はい、毎年ですね、この時期、旬の時期に、はい、挑戦するんですけども、はい、なかなか難しいと言いますか、簡単な日もあるんだけどね。本当ですか？なかなか今までですね、大きなマダイも釣れたことがないですし、数もなんかこう釣ってる人は釣ってるんですけど、ちょっと難しいななんて思ってるところがありまして、今日はもうコマセマダイといえば松本さんということで。そんなことはないんですけどね。好きな釣りです。はい。基礎から、そしてちょっとこうステップアップといいますか、はい、初心者の方でも実践できるようなテクニック的なところ、はい、そして匠の技を見せていただければなと思います。ちょっとプレッシャーですね。最近どうですか、状況は。最近はやっぱりいい日悪い日がありますね。潮が出たり入ったりするとこなんで、澄んじゃったりとか、濁りが入ってくればよかったりとか、なかなか難しいですよ、予測するの。乗っ込んでる感じもするし、もうちょっとなのかなっていう、その個体差が結構あるんで、早いのはしてるかもしれないし、これからっていうのもいるだろうし、場所によってもちょっと違うし、今釣ってる場所は振り幅がメインで、ちょっと県崎もその気が出てきたかなっていう感じ。だから多分両方やると思うんですけど、行ってみないと分かんないです。今日は一日よろしくお願いします。お願いします。1投目はチャンスなんで、もうちゃんと船長が合図をしたらすぐ投入できるようにしとくのは基本。船長、今日はよろしくお願いします。今はまだちょっと手前ぐらい。手前。昨日も上がってましたよね、4キロとかの。4キロぐらいの今いるたり。はい。今日はなんとか釣れるように頑張りますので、よろしくお願いします。ドラグはコマセを振ったら出ないぐらいのズルズルに設定してあります。コマセはまず、こんな感じかな。ギュッて詰めちゃうと出ないんで、ふわっと入れる感じ。餌取りが多い時はね、船長の指示に従ってもっと減らしたり巻かなかったりなんてこともするんですけど、とりあえずこんな感じぐらいで、このまま離します。で、手の中滑らして、あらかじめこうお羽切ったやつね、ここにでまっすぐつけると、コインよくつけると綺麗なんだけど簡単に取れちゃうんですよ。だからちょっと曲がってもいいんで、深めに少しぐらい曲がってもいいんで深くさせてやる。そうすると取りにくくなるんで、僕は2本針なんで、この後もう1個ちょっとぐらい曲がってもいいんで、このしっかりつけてやる。もうビシュも入ってるし、あと離すだけなんで、離した5、6メーターぐらいまでマーキングで見るんだけど、竿先下げちゃうと見えるところすごい狭いじゃないですか。だからもう一回上げといた方が見やすいです。で今26ぐらいまで落としたんで、これでちょっと待つと仕掛けが潮に流されてふわっとこの道糸から離れるんで、そこから大きく振ってもいいし、ちっちゃく振ってもいいし、これは好き好きあると思うんで、巻いたらあとは棚にまでこう巻いて、今20メーター棚にしてるんで20で巻いて置くと、今まだ上にある仕掛けがパーッと馴染むのに2、30秒ぐらいかなかかるんで、その間はちょっとビシを動かさないでじっと待って、魚が浮いてくるのを待つ感じ。この後に誘いをかけるんですけど、誘いはほとんど80% ぐらいは落とし込み、マダイの場合は。で、それを戻す時に誘い上げるような感じが 20% ぐらいなんで、指示棚とか指示棚より上で待って落としていきます。落とすのはどうでもいいです。例えば僕なんか5フォースマスター600使う時はスピードクラッチ、これを1回押すとフリーになってるんで、これでちょこんと今50センチぐらいずつ刻んで落としてもいいし、
もうちょっと早く落とそうかなと思ったらちょっと長めに押すと1メーターぐらい落ちるんで、ここでじわじわじわと棚を探っていく。まあ和吉村さん2メーターぐらいまではいいよって言うんで、2メーターぐらいまで落としたら今度は持ち上げるんですけど、タッチドライブで持ち上げちょんちょんちょんと持ち上げてもいいし、ただ食わせようと思ったら手でゆっくりシュワーッと持ち上げてくる。で持ち上げてさっきの棚まで尻棚まで見えたらそれを巻き取ってやって、こうやってまたちょっとなじまして、そこからまた落としていくのを繰り返し。あんましやらない方がいい日もあるんで、そういう時はちょっとじわじわ落とす感じで。あとはね、もう本当にね、結構行き当たりばったりなんで待ってた方がいい時もあるし、動かした方がいい時もあるんで、臨機応変にやるしかないんだけど、まあ初めてで分かんなかったらあんましむやみに動かすよりは動かさないとか、そーっとスピードクラッチでもいいし、こういうとこでそーっと移動を抜きながら落とし込んでもいいです。僕がスピードクラッチで落とすのは、マダイがまばたきしてる間にちょんとこうみたいな感じのイメージで落としてます。これ大体仕掛けの入れ替えは何分ぐらいでやりますか？今5分ぐらい入れといて餌が残ってるじゃないですか。だからまあちょっと付け餌が変なとこ行っちゃってるのか、かじるゲストっていうのかながいないからなのかもしれないですけど、多い時はもう3分とかで、いなくてもまあ5、6分ぐらい入れたら1回確認した方がね、毎回絶対に餌が残ってる星はないんで、あついてるな、あついてないなで間合いを詰めていく感じで、タイマーはここについてるんで今4分ぐらい入れてますよ。はい、でもうちょっと待ってみようかなみたいな感じでこう手返しをしていくといいかなと。探検丸はやっぱあった方がいいんですか？探検丸なかったらつまんないですねまずシザナ下5メーターまでこれだと落とすでしょ、それでちょっと待って、はい、でコマセを振ります。まあ2回とか3回ぐらいでいいですよね、はいはい、でまあ 2,30 秒もあればこう下にちゃんと張ると思うんで、張ってちょっと待って当たりがなければちょっと落とし込むいいっすよ。で和吉村さんの場合2メーターくらいまで OK だからゆっくり2メーター落としてもいいし、少しずつ止めながらでもいいし、じゃあ2メーター少しずつ落としてみますね。はい、で落としました。で今まだビシが先に落ちてて餌は落ちきってないんで、ちょっと待ってずーっとまあ10秒か20秒もあれば多分張ると思うんで、当たりがなければハンドルでゆっくり元に戻す。まだ2メーター巻きます。戻してゆっくりですよ、ゆっくり。この時にも食うからゆっくり、はい巻きます。はいでまた今スタート地点に戻って、はい、で魚の活性が高くて浮いてる時はこの状態でも当たるんですよね。でもまあビシがいっぱいあるとなかなか簡単には浮いてこないんで、もう一回繰り返して2メーターぐらい落としていくんね。この落とし込む時はやっぱりゆっくりの方がいいんですかね？針がついたオキアミそんな早く沈まないから、まあゆっくりでもいいし、ちょっとずつ止めてもいいし、2メーター、でまた10秒とか20秒ぐらい待って、もう当たる時はね、落としてる時に結構当たったりするんで、3セットぐらいやって当たんなかったら回収して、今2メーター落としっぱなしでしょ、はい、ちょっと戻してこの時ゆっくり巻くんですね。そうだよね、ゆっくりの方が結構この時に当たってくることあるんで、そうそうこんな感じ。落としてあげるの1セットで3回ぐらいやって、最初回収して付け餌を見ていく、で1回目取られました、2回目やって2回目も取られましたっていうと結構空張りで入れてる時間が長くなっちゃうと思うんで、3回じゃなくて2回にしてみるとか。じゃあこれで1回巻き上げてこれで見て、全部出て、これぐらいだとそれぐらいでいいし、入れなくても入れなくて大丈夫で、コマセを出すのはここに水を通すイメージで入れるから、そこに水が通るようにイメージして振ってください。こう長いストロークでもいいし、ちっちゃいストロークだったら強めにギュッと、そうすると中から入った水が押し出してくれて、コマセがこう大きいストロークだと縦にこう出て、ちっちゃいストロークだとこういう風に出る感じ。針をちょっとチェックして、でこの時にね、上地を早いとちょっとお祭りしちゃうこともあるんだけど、まあ皆さんお互い様なんで、今餌残ってたんでまた餌つける。で今度はまあ同じこともう一回やって、餌残ってたら今度は4回とかちょっと増やしてみてもいいかもしれない。回数を増やしつつ探っていく。長く少し入れといてやる。ここから巻かなきゃいけない段階で、5メーター先です。はい。そしたら僕はちっちゃく結構巻くのが好きなんで、ちょんってこうやってちょんって巻いて、このくらいかな、馴染むの待って、で今のを竿でやっても全然いいんだよね。例えば落とし込むのは竿でこういう風に下げていく、こ
ここまで入ってればまあ2メーター近くは落とせてるから、この状態から当たりがなければそーっと持ち上げて、でさらに高いところまで持ってって遠くの魚に見えるかなみたいな、でまたここからこうやって落としてる。で今これ指示棚がそこなんですよね。だからこれで指示棚になる。でここからもう一回1メーター出しといて、少し下で同じことをやる。指示棚より1メーター下がった状態だから、この状態で1回止めてちょっとアピールして、でまたここから落としてやって、なければまたここからもう1メーター、これで指示棚から2メーター沈ませられるわけじゃないですか。こんな風に刻んでやってもいいし、それはもうやり方がいろいろあるんだけど、シンプルなのはもうキーパーかけて2メーター出して上げてがワンセット。それで3回ぐらいを目安に上げてみて、餌がなければ2回ぐらいか3回ぐらいやって餌が全部取られてたらちょっと間隔を狭くしてやる。だから3回じゃなくて2回とか、餌が残ってれば3回じゃなくて4回にしてやる。1回じゃなくて 2,3 回試してから変えるようにするといいかもしれないですね。じゃあ初心者の人も置きっぱなしではなくて、ちょっとこういうそうそうちょっと誘ってシンプルな動きでやってあげるといいですね、っていう置きっぱなしことですね。ね、置きっぱなしでも食っちゃうんだけどみんなで置きっぱなしにすると結構釣れるんですよ。ビシがずっと固定されてるから魚も安心して入ってくるんですよ。でも絶対みんなどっかにこうスケベ心があるから、探検丸とか見てたら上がってきたら落とすじゃない。と上でビシがこうやってちょっとずつ動くから上がりきらないんで、そんだったらこっちも付き合ってやるみたいなね。釣り場に到着しました。まずは久里浜沖からスタートです。ああ、いい感じに濁ってるな。あ、水温低いな。12度しかない。表面水温かな。で、準備ができたら下ろしてみてください。20メーターね。上から20メーターね。20メーターで当たり持ち。25メーター。落とし込んでね、落とし込みっぱなしにしちゃうとやっぱりね、魚入り込み悪かったです。30か1分待って当たりがなければね、元の棚に戻すか、それからね、上げてつけ餌の確認するか、どっちかにしててください。結構ね、この辺なんか基本的にね、外に弱い場所なんでね、手返し早めにやってみてくださいね。下張りが残ってて上張りが取られてる。上が取られてて下が残るか。どうだこれ。はい、取れてますよ。今日は魚が浮いてこない。でね、餌が結構取られるから、はい、餌をチェックした方がいいかもしれ頻ないです。繁にチェックして。頻繁じゃなくてもいいけど、3分とかぐらい、今いい反応入ってる。3分ぐらいとか。結構ね、出てますからね、頑張ってやってみてくださいね。餌は取られてる？餌取られてないです。なんか1回目は取られてないんですけど、それから取られてないです。か。餌取りがいるところまで届いてないから、はい、やっぱり落とし込みは入れた方がいいよね。2メーターぐらいまでちょっと落としてみて、それをちょっと頻繁に入れた方がいいかも。頻繁に、はい。そんな出てんだけどな。よいしょ、食った。ヒットしました？ヒットしましたね。早いですね。ねえ。なんだろうな。でこうタグる時も、はい、なるだけこう大きくタグっといた方が次の投入する時にしやすいよね。はい、ここを落としちゃうとやっぱりぐちゃぐちゃになっちゃうから、黒か。黒だなやっぱり。黒鯛。黒鯛です。カモいります？いや大丈夫。当たらないから2メーター下げたところでやったら釣ってきてないよね。いいです。はい。僕は黒鯛を逃がすんで。はい。はい。逃がしました。じゃあやっぱりまずは餌取るところまで持っていかないと話にならないというか、そうそう、だから2メーターでいくらやってもダメだったら、今軽い仕掛けだから寄り戻しのところに重りをつけるとか、萩から1メーター上ぐらいのところに重りをつけると、こう流れてた仕掛けが立つようになるじゃない。はい、そうすると少しは下に行くようになるんだよね。それでやってダメだったら今度は伸ばす。ガンダムとか持ってないでしょ？あ、持ってます。持ってます。はい、12メーターだから 2B ぐらい入れてみようかな。あ、2ミリぐらい。わかりました。2B のやつを。はい。サルカンの上に 2B ぐらいくっつけてやってみて、それでもなんか変わらなかったら針の方にもう一個つけて打ってもいいかもしれない。わかりました。はい。わかんないけどね。難しいです。あ、なんか食った。来た？なんか食いました。すごい優しい引きしてる。いや、タイもほら最初から大きいわけじゃないから、小さいのもいるし大きいのもいるし。
タイじゃないのかな。ありがとうございます。ほら浮いてきてるからタイじゃないかこれ。え、違う。トラフグだトラフグ。トラフグが釣れた。ありがとうございます。結構いるんですよ。結構いいサイズで。この間だったらめちゃめちゃ喜んでた。とりあえずキープ。お店持っていこうと。複雑。のが嬉しい。嬉しい。超嬉しいんだけど。でも今松本さんがもうとにかくタイじゃなくても何でも食う層に仕掛けを入れないとダメだよっていうことでそのやり方を教えていただいて、棚からちょっと落としてそこの棚に上げて置いてまた繰り返すっていうのをやったら食ってくれたので、このやり方でタイを取れるようにやっていきます。ありがとうございます。すいません。タイっぽいですか？結構出る。こっち側連れてですか？結構出る。おお。あ、ね、サンゴだっけ？タイですか？え、今色って言ってましたもんね。黒鯛。すごい。もう2枚釣られたんですか？なんかコツはあるんでしょうか？見て、押し込んで、特になんか誘いとかはそういうはずっとしてます。お腹パンパンですね。卵です。あ、卵出てます。卵。お、釣られたんですね。今どんな感じで来られたんですか？シ棚から2メーターぐらい上のちゃんと煮卵です。あ、誘いも入れずに置き竿ですか？ピザをです。シジザナより2メーター上。ピザをです。へえ。いやー厳しいね。見ててもポツポツ釣れるのは左舷と右舷の前の方だね。まあ潮が変われば。一日で全く潮の流れも変わらない時っていうのこともあるし、変わっても風向きが変わったりしてあれ逆向いちゃったっていうこともあるんだよね。なるほだからど。まあそこの席でやれるだけのことはやってみるみたいな。アジとかなんかそういう当たりの多い釣りってこういう時はこうしたらいいよっていうのが通用するんだけど、はいはいこの釣りだけはね絶対今この方法だよなっていうことをやってても当たんないことがあるんでもうめげずにやるしかないんで。やり続けるってことです。まずやり続ける投入そうそう手返しし続けるみたいな。そうで同じことやってても当たんないからちょっとずつ変化させてみたり。それを探るのが面白いそう面白いってさっんですよきおっしゃってた。あでも20で食ってんな。お、当たりましたね。魚が違うな。あ祭ってんのか。ほらやっぱり黒だ。おで、わすげえ黒鯛の活性が上がってるな。ね黒鯛もタイです。そうですタイです。でも僕の中では違うんです。いる層は一緒なんですか？黒輸鯛。送はね難しいですよね。今結構20メーターで待ってて上張りに食ってるんですよ。活性が上がると浮いちゃうんですよね。あれも。はいはいはいだからよくみんな黒鯛が攻めてる黒鯛がかかると棚が下だって言うんだけど、一概にそういう時ばっかりじゃないんですよ。意外と黒鯛上攻めてるのに黒鯛ばっかりとか何とも言えないです。お来た。それはでかいぞ。でかいぞそれは。なんか出てる。いいぞそれは。一回ちゃんと合わした。うん。そうそうそう。電動入れちゃっていいですかね？あいいよ。ストレートだから多分そんな簡単には切れないと思う。さんこれはタイか稲田か。開いてない。それはいやそしたらさ持ち上げてささきスッと下げるのよ。ここでスッてドラグいじんなくてもスッて負けるじゃん。心強いです。これは泳いでますね。ますね登ってっちゃうわな。まあでも全然いいんじゃないですか。じゃあ黒だ。黒にしたら元気だな。黒鯛が釣れました。ガンダマつけてもらって当たりが出ましたね。船長すみません。仕掛けって変えますか？来たなんか来た。なんだこれは。これはなんだ。なんか来た。違うかなこれ。この辺も来たよ。お。あタイだ。お。ちょっと。お。あ大丈夫だよ。大丈夫ですか？これだったら抜けるから。おお。
綺麗ですね。やっと釣れた。いいサイズ。うんなんかやっぱ、オスっぽいようなのかな。ちょっと黒ずんでて。お、わ、見えた見えた。わいいねー、わー、めっちゃ綺麗な。いいねはい決まってますよ。すごい。おめでとうございます。今どんな感じで釣られたんですか今は穴の1メーター上で待って、そこから1メーター落とし込む。？1メートルで待って1メーター落とし込んで、おめでとうございます。松本さん、すいません、さっき釣られたマダイを持ってインサートを撮っても良いでしょうか？もっと大きいの釣れるよ。はい。もっと大きいの釣れるよ。あ、もっと大きいの、もっと大きいの釣れて。いや、これ一応保険で。保険で。はいはい。全然。だって、はい。で、私が、手前にいて、ちいちゃんが後ろにいて。あ、ごめんなさい。ちょっと待ってください。あ、来た来た来た。ほら、言ったじゃん、今大きいの釣れるって。もっと大きいのが。ほら、ほら、大きい大きい大きい、ほら。おい。ほら、大きい大きい。いい曲がり。ほら、出てく出てく。で、これはマダイですか。多分マダイだと思う。赤ですか？大体上がってるからな。あ、すごい出てる出てる。止まんね。で、大体ワラサだったりするんだよシーン。な。あ、いくな。どんどん。いいなぁ、ピピピって聞きたいなぁ。あ、これやばいな。ずるずる出てる。46メーターでしょ。やばいな。そろそろエダスが、あ、そこくっついちゃうかもしれこういう風に、ほら、タッチドライブ使って。タッチドライブタッチドライブ、勇気が出ないかっ。こいいな。ない。でもこれ押してる時だけしか巻かないからさ。で、ドラグもセットしてあるから、はい。別にそんなに怖がんなくてもいいんですよ。こうやって巻きっぱなしにしててもほら、ドラグが効いてるから巻かないから。はいはいはい。とかやってるとね、バレちゃうからちょっと慎重に。わらさじゃないと思うけどな。結構ね、ドラグが緩いんで有名なんですよ。あ、松本さんですそうそうそう、か？もう弱気なファイトで。それ弱いのには何かこう理由があるんでいや、すか？強くして切れるんだったら弱くして粘ってみようかなっていうだけ。かっこいいな、巻き方がいいっすね。こういう大きいのとのファイトの時は慎重にやった方が。慎重、いや、ちっちゃくても慎重にやった方が。バレてから後で後悔するよりは、なんだちっちゃいじゃねえかって言われた方がいいじゃない。はい、確定だね。確定ですか？あれ、反対側の方もヒット。回ってる回ってる。うわ、すごいかも。すごい。うわー、すごい。先生、そんなに大きくないよ。いや、でかいですよ。枝なの。そんなに大きくないよ。やめてください、先生。ちょっとふざけないでください、先生。あら、もう笑顔がこぼれ落ちてますよ、先生。 3キロ200すごい。あるでしょうね。先生乗っ込んでます、これ。でかくないですよでかい、こんなでかい。口が。すなんかごい。でも顔の割には狭いね。いやいやいや。でかー。これは大きいの狙ったんですか、今。いやここはなんかね、反応がちょっと太い反応だったから、したらそんなにちっちゃい魚じゃない場所かなっていう感じはしてました。あー、おめでとうございます。いやいや、でもこれもっと魚が泳ぐ時期だったら取れないな、きっと。今だと船長のシーザナが30メーター、31メー僕はター。 30で待って、今30離してる時に31に落として来るかなと思ってたら来たんですよ。大体そのマダイの誘いってもうほとんどが落とし込みだから、落としてあげて落としてあげてしかないんですよ。しつこくやっていくとたまにいいことがある。で、魚がちょっと余計に釣れてる時はそれが続くんで、そういうのみんなパターンとか言うんだよね。でかっ。あ、4キロジャスト。4キロ、4.1ぐらいですね。なんかやっぱり釣ってる人の話を聞くと、先生も落とし込みが 80% って言ってるけど、本当に落としてその止めた時にドンっていう感じが多いみたいなので、もっとこまめに落とし込みの誘いをやっていきたいと思います。持ち上げちゃってはい。でこのまま少し待っといて、またそーっと落としていく。
これでかかるとすごい気持ちいいからギューって引っ張られるからお、あ、来た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 。来た来た来た。いや、それタイだぞ絶対。落とした時に。来たでしょ。気持ちいいでしょ。はい。大丈夫です。おお、引いてる引いてる。でも今本当にさっき先生が下にゆっくり落としてドンって食うよって。もうドラグ多少閉めても大丈夫。まあ負ければ大丈夫です。はいはい来ました。はい。わあはい。もうタイの絵がいるかもしれないな。ありがとうございます。タイの絵がいますよそれ多分。ありがとうございます。やったー。ありがとうございます。あ、来た来た来た。来たな。来たな。俺も来た。来た。おお、来た来た来た。これも強烈だな。ピンクです。ピンクですね。あ、しかもいいサイズ。2キロぐらいありそうだな。ね、上っ張りですね。わあ。よかった、釣れた。さすがです。いやいやいや。わあ、いいサイズ。綺麗ですね、これ。わあ。お、やった、イラだ。これってめっちゃ綺麗なんですけど、コブダイみたいなやつですか？そんな仲間ですよね。イラッとするからイラなんです。イラ。いいサイズのイラですね。イライラするなあれは。おめでとうございます。まず餌をきちっとつける。餌が棚に行く前に取れちゃったら絶対釣れないから。それからまあ置き竿の釣りなんだけど、まあ、まめにさっきの話とダブっちゃうけど付け餌のチェック、まずとにかく付け餌がついてないとダメ。これは個人の問題じゃないんですけど、やっぱ棚を守る。だから推進系も合ってるんだけど、とりあえずは糸で棚を見て、でそれで合わせたら目安として推進系を見るみたいな使い方で、これ落としちゃうと自分だけじゃなくて周りがみんな釣れなくなっちゃうんで、棚を守る。あとね、ドラグの調整、これはかかってからなんだけど、やっぱドラグがっちり締めてると3号4号ぐらいのハリスにちっちゃいタイム来れば大きいタイム来るじゃないですか。でかいの来たら一発でバーンって切れちゃうんで、やっぱりドラグはこうちょっと出るぐらいに緩めに調節しといてやる。あと、まあ、座る位置によっても初心者の方だと大体真ん中辺とかに座る機会も多いと思うんだけど、そしたら少し仕掛けを重ためにしてやって、なるだけこうお祭りを回避する。で仕掛けが立ってれば立ってるほど自分の針の位置っていうのかながイメージしやすいんで、その針の位置をイメージしやすい仕掛けにしてやるのがおすすめかな。長くすれば釣れるってもんじゃないんで、そこが難しいところ。僕なんかも長くしたら急に魚が浮き出しちゃったりとかそういうのもあるんで、とりあえず船長が出す指示棚っていうのは自分のところで推奨してるハリスの長さを基準にしてるんで、それが一番長さとしては間違いない。ただ潮が速いと吹き上がっちゃったりもするんで、ガン玉とかね、そういう仕掛けを立たせるためのアイテムを忘れないように持ってくる。そうすればそのノッコミ絡みでいい日当たれば釣れると思うんだけどね周りの人が釣れてるのに、自分だけ当たりがないぞっていう時が結構あるんですけど、まず付け餌がついてない、それから仕掛けの立たせ方とか長さ、そこかな。だから仕掛けって船長とかホームページ見ると 10m とか書いてあるんだけど、やっぱり 10m だけじゃなくて 10m より長いもの12とか13とか、まあ場合によっちゃ15ぐらいまで自分で作ってもいいし、市販のもので用意してもいいし、少し長い仕掛けまで用意しといた方がビシは下げられないけど、魚が上がってこない時はやっぱそういう仕掛けが出番になるんでね。ハリスの号数的にはだいたいどのくらい持ってきたらいいですかね？ノッコミなんであんま細いのはせっかくかかっても切れちゃうって嫌だから、やっぱり4号基準でいいのかな。針の大きさ的には、針の大きさは8号、マダイ針だったら8号9号ぐらい。ただね、8号9号でもまあ結構そのメーカーによって線形が違うんで何とも言えないんですけど、まあ9号ぐらいあれば大体大丈夫かな、タイ針だったらね。あと前にYouTube にコメントで質問来てたんですけど、その結び方は、
外結びなのか内結びなのか。あ、針はい針一番自信のある結び方でいいですよ。僕は外掛け結びです、はいはい。で内掛けでやる人もいるし、南方ハイ縄とか編み込みとかする人もいるんですけど、僕は接続は全部両手結びで、ハリスとハリスを伸ばす時に結ぶのは電車結びで、針は外掛け結びが意外とオーソドックスだと思うんですけどね。でかっすごいめっちゃでかくて綺麗ですね。おめでとうございます。よしよかったらこうちょっと持っていただいて、すごいおめでとうございます。やっぱでも何匹も釣ってる人が釣ってるの。おめでとうございます。わあ、いいたい。いや、大きいですよ。あれ、なんかさっき10キロ近いマダイ釣ったことあるって聞いたんですけど、じゃあまだこれぐらいはもうレギュラーサイズですか？もっともっと。お疲れ様でした。こんなでっかいマダイに出会うとは驚きでした。朝一結構そのコマセマダイ釣り難しいイメージがあるっていう風に言ったんですけど、もう今日一日通して松本さんの釣りも見させていただいて、コマセマダイ釣りはこうちょっと面白い部分というか、追求して面白さを見つけていく釣りなんだなということが分かりました。そうです。悶絶する釣りです。悶絶しながらもすごく大きなね、細かいのがもっと釣れれば面白かったんだけど、ちょっとね、大きいのが来ますよって予言してすぐ来たりとかあとこの引きは黒かなとか、なんかこうやっぱりそのリール使った誘い方とか、あとそのシンプルな釣り方とか教えていただいて、私もなんとかこう苦手意識を持ちながらも初めてこう誘いで食わせてマダイ釣ることができましたので、少しステップアップできたのかなと思います。あれもうちょっと空気だったら多分釣れますよ普通に。全然大丈夫。ノッコミのコマセマダイはこれからどんどん盛り上がっていく感じですか？これからそうですね。県崎の方もだんだん魚見えてきてるから、もうちょっと盛り上がってくるのかなって。だいたいこう車駐車場がまだこんな空いてる状態じゃまだまだすごい船団になりますから。じゃあもう今後に期待ということで、ね、はい。とにかく初めての人も今チャンスなんでね。はい、ぜひねチャレンジしてみてください。松本さん今日はありがとうございました。こちらこそなんかありがとうございました。楽しんじゃってすいません。いや伝わってきました。本当の釣り愛が。好きなんだな。ご視聴ありがとうございます。ちーちゃんフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。またねー。